アフターコロニー197年、人々のもとに平和は戻った。そしてその後の地球圏の歴史の中でガンダムを含むモビルスーツという兵器の存在は二度とその姿が確認されることはなかった。しかし人類がいる限り戦いがなくなることはない。マーステラフォーミングが完成した後、地球から巣立ち火星へと旅立った人類は自らをマーシャンと名乗り、新たな火星歴マーズセンチュリーという時代の流れに身を任せていた。それが混沌とした闇へと続く過酷な運命につながっていることも知らずに。マーズセンチュリー0021、火星連邦政府初代大統領ミリアルド・ピースクラフトが暗殺された。それと同時にラナグリン共和国のゼクス・マーキス上級特佐が連邦政府に対して離脱と独立を宣言、宣戦を布告した。後に火星南北戦争と呼ばれる戦いの幕がここに切って落とされたのだ。冷凍睡眠カプセル星の王子様から目覚めたリリーナ・ピースクラフトが第2代大統領に選出された時、地球圏統一国家のプリベンターは戦争早期終結を目的とするオペレーションミュートスを発動した。マーズセンチュリー0022、次の冬、火星は本来の意味である戦う神の星になろうとしていた。お前にこの女が殺せるのか？任務か。任務だ。了解した。リリーナ・ピースクラフトを殺す。新機動戦機ガンダムウィングフローズンティアドロップ。次なる戦い、エピオン・アレス。こちらナタク。監視衛星のモニターにラナグリン共和国から出撃した4機の機影を確認した。奴らはこの俺だけで倒す。おい待てウーフェ。ゼロシステム回路オフ、イグニッションコイル接続、タクシースタンダップ、ランウェイ05、カタパルトロック、05ゲートオープン、クリアードフォーテイクオフ、カタパルトゴーウェイ。ナタク発進する。やれやれ。コーヒーでも入れましょうか？ああ、ブラックで頼む。濃くて苦い方がいいな。こちらワーロック、応答しろ。おいクソ親父、ゼクス・マーキスが動いたんだって。俺に行かせろよ。つうか俺しかいねえだろ。ウーフェがナタクで出撃したというのは本当なのか？ああ、本当だ。なぜ止めなかった？あいつを止められるわけないだろ。気づいた時にはもう飛び出して行っちまったんだよ。了解した。貴様のミスを清算してくる。あんにゃろう。ファーザー、監視衛星のハッキングに成功しました。うまいな。おふくろさんに習ったのか？いえ、母はこういうことには不得手で。ウーフェイはいつもこんなの飲んでるってわけか。ローシちゃんは自分で作ったものしか口にしません。なるほど、あいつらしいな。そこでは激しい空中戦が繰り広げられていた。ローシちゃんのナタクとゼクス・マーキスのエピオンは何度も交錯し、加速と減速を繰り返し、お互いの機体性能を限界まで引き上げていた。ナタクのドラゴンハングから放たれたビームカノンがゼクスのエピオンに直撃した。熾烈なドッグファイトの結果、軍配はナタクに上がった。ローシちゃんの操縦技術はゼロシステムの演算処理能力を大きく上回っていたのだ。
老子ちゃんがここまでできるとは想像していませんでした。ああ、俺も驚いているところだ。奴はバリバリの現役だな。圧倒的ですね。それはまだ何とも言えないが。大丈夫、老子ちゃんのナタクは勝ちますよ。そして今の私たちには信じてあげることしかできません。老子ちゃん、ゼロシステムを起動してください。信じられるはずです。なぜその機体をナタクとしたのですか？ご立派です、老子。なあ、あいつとの通信は繋がってないんだよな。はい、もちろんです。ファーザー、恐れていたことが。モビルドール、ビルゴ4か。こちらトロワ・フォボス。シークレットライン F から T で応答を願う。こちら北極間基地、ライン確保しました。スノーホワイトからの伝言だ。ナタクの回避方向を指示する。北東 02PX 78DY ポイントに向かえ。ヒーローに伝えろ。そんなもん直接自分で言えってな。今彼はゼロシステムでの作戦行動中なので通信不能だ。またこちらからナタクへの通信は試みたができなかった。ゼロで作戦行動だって？へへ。じゃあヒーローにこう伝えてくれるか。ナタクもゼロシステム稼働中のため通信はできないとな。だから彼には伝えられない。これを言うのは2度目だ。だったらバカ息子にでも伝えろ。もうウーフェイは指定されたポイントに向かったとな。キャシーポー、残念だが俺は通信士ではない。スノーホワイトの伝言を通達したら俺の任務は終わりだ。ましてや年寄りの相手をしてやるほど優しくはない。了解しました。ワーロックにはこちらから連絡いたします。でもフォボス、少しは優しくしてあげてもいいんじゃありませんか？お年寄りと女の子はあなた以上に傷つきやすいんですよ。通信終わり。私あの子に何か気に障るようなこと言ったかしら？キャシー、回避方向のポイントをモニターに出してくれ。了解。おいおい、これじゃあ逃げ場がなくなるよな。ですがもう老子ちゃんはその方角へ向かっています。ディオからの返信メッセージです。なんて言ってきた？俺の大活躍に期待してくれだそうです。ヒーロとディオの連携が開始された。ワーロックはビルゴ4に白兵戦を挑み、それらを翻弄していた。接近戦を得意とするエピオンが突出した時、ワーロックはバスターライフルの予備カートリッジを空中に放り投げた。しかしスノーホワイトのバスターライフルでもビルゴ4のネオプラネートディフェンサーを打ち破ることはできない。バスターライフルカートリッジセット。照準ポイント SW02PX78DY マイナスコンマ03修正 02R コンマ43 L コンマ21ターゲットセットロックオンファイヤー。カートリッジがビルゴ4の電磁フィールドに自由落下していった。それを狙ってスノーホワイトがバスターライフルを撃った。精密な狙撃だった。まばゆい閃光が走った。大爆発が起こった。
一瞬にして全てのネオプラネイトディフェンサーと電磁フィールドが無産した。激しいプラズマ火流と灼熱の本流でモニターは閃光の洪水に飲み込まれていった。なんとか勝ったな。ゼクス特佐のエピオンが撤退します。深追いは無駄だ。ミッションオールオーバーだ。こちらナタク、作戦を終了する。了解しました。ローシちゃん、見事な戦いぶりでした。違うキャシー巡査、俺は弱かった。ナタクはこんな俺を認めてはくれない。そんな。これより帰還する。キャシー、帰ったら俺にコーヒーを入れてもらえるか。喜んで。お砂糖とミルクはいかがいたしますか？両方とも頼む。たっぷりとな。了解です。お前さんの言った通り、ウーフェイのナタクは勝ったな。そう簡単にはいかないみたいですよ。もうじき火星連邦軍の空挺師団が到着しますからね。確認しました。巨大輸送ホバー艇50隻がローシちゃんたちのバトルフィールドの上空に接近中です。監視衛星をハッキングしてたんでしょ。だったら同じ映像を火星連邦が見ていて、こうなることぐらい想定の範囲内だと思うんだけどな。キャシー、マーズスーツは何機搭載しているんだ？無人の飛行型マーズスーツが10機ずつです。だから全部で500機。ラナグリン共和国のゼクスマーキス上級特佐を入れても1人125機の割り当てです。ああ、そうかい。皆さんから見れば僕は単なる裏切り者かもしれませんが、どうか分かってほしいんです。僕たちにはガンダムが、特にヒーローユイが必要なんです。もっとスマートなやり方があっただろう。僕ならそうしますよ、当然ですけど、火星連邦も一枚岩じゃないもので。輸送ホバー艇から無人飛行型マーズスーツが散布されました。スノーホワイト、ワーロック、ナタクが迎撃を開始しています。これがお前さんの指示じゃないと信じたとしてもな、一体何のために通信してきた？まさか俺たちを裏切った言い訳をするためじゃないんだろう？実はそれもあったりします今のは冗談ですよ。連絡したのはそちらの基地に招かれざる客が到着いたしますので、事前に報告させていただきたかったんです。客だって？丁重にお迎えくださいね。以上です。ゲートが開いた。そこに立っていたのはリリーナ・ピースクラフト。ごきげんよう皆様、どうかお構いなく。紅茶はこちらで用意してきました。昔のよしみでこの戦闘を止めてくれないか？あなたが思っているほど連邦大統領に権限はないのです。そして平和への意志に賛同してくれる方もほんのわずかしかいらっしゃいません。それでわざわざ敵陣に乗り込んできて午後のティータイムをしゃれ込んでるってわけかい。相変わらずいい度胸してるな。ヒーローは彼の覚醒は成功したんですね。ああ、あんたよりもずっと正しい認識を持っている。感謝します。ついでに通信機もお借りしますね。ヒーロー応答してください。無駄です。現在スノーホワイトはゼロシステム作動中で、通信は一切。こちらスノーホワイト、何か用か？ヒーロー、会いたかったわ。ヒーロー。すまないが現在戦闘中だ。要件だけ言ってくれ。はい。ヒーロー、早く私を殺しにいらっしゃい。その任務は了解している。この戦闘が終了したら実行する。はい。だがリリーナ、お前はお前の戦いを終わらせていない。私の戦い。通信を終了する。サリー少佐。いえ、私は娘のキャシーです。キャシー・ポー巡査であります。大統領閣下。このオーロラ姫の覚醒に使われたファイルをコピーさせてもらってもよろしいでしょうか？本当に可能だと思っているのか？完全平和主義の実現が。これまでのとは違います。新しい完全平和主義にできればと考えています。
OK 持っていけよ。ありがとうディオ。マーズセンチュリー 0022 ネクストウィンター。火星の冬はまだ終わらない。負け続ける戦いは相変わらずだ。だが誰かがここで流れを食い止めなければならない。これ以上悲劇という名の歴史を繰り返さないためにも俺はこれからも戦い続ける。